以外なら細かいゴミ出し曜日から解放されて自由に暮らせるのだ。分別表とも町内ルールともお別れして気楽な朝を迎えたいのだ。その自由、たった7日で歩道を奪うは現実を見なさい。たった1週間で袋を置くだけなら街は普通に回るはずなのだ。ゴミは思想では消えないわ。回収されなければそこに残るだけよ。ここはイギリスのバーミンガム。全面ストライキ初日の再現よ。最初は数袋でした。みんな数日なら耐えられると思っていました。3日目、袋は点ではなく列になる。これは状況を示す再現だわ。まだ橋を通れるけど足元ばかり見ないと危なそうなのだ。そして7日目にあたる3月17日、通路の余白が奪われていく。7日目固有の未収集量は確認できない。数字を作ってはいけないわ。昨日まで歩道だった場所が今日は袋を置く場所に見えてきます。歩く人が車道側へ寄っているのだ。これは景観だけの話じゃない。その通り、通勤も買い物も毎日の生活動線から壊されるのよ。3月21日までには路上の広い範囲で堆積が報じられたわ。自由な朝を夢見たのに玄関の先が袋の壁では出られないのだ。ところが日本では曜日表1枚が数千万世帯を毎週同期させている。これは突然の1日だけを切り取った騒動ではないのよ。2025年1月から断続的な労働争議が続いていたわ。そして3月11日、全面かつ無期限のストライキへ移行した。無期限って明日になれば元通りという約束がないのだ。市が公表したスクショ収集計画への達成率を週ごとに見るわよ。3月10日の週は 87%、まだ多くの回収が保たれていた。3月17日の週には 64%、3分の1以上が計画からこぼれた。3月24日の週には 17%、都市機能がそこへ近づいた数字だわ。収集率 17%？ 残りの 83% は一体誰が片付けるのだ。誰も自動では片付けない。住民の鼻と歩道へ請求されたのよ。未収集ゴミの増加量も市の発表では日ごとに膨らんだ。最初の期間は1日483トン、その後は655トンになった。さらに1日およそ900トンは回収されず加わる状態へ至った。1日寝ただけでまた900トン近く積み上がるなんて怖いのだ。3月31日時点で未収集ゴミは約1万7000トンと市が発表した。同じ日、市は公衆衛生などへの懸念から重大事態を宣言したわ。税金を払っていても袋が自動で消えるわけではないのだ。税金は魔法じゃない。車両と人員と処理施設をつなぐ資源よ。背景には職務廃止や賃金と雇用条件をめぐる対立があった。市の財政制約と代替運用の能力不足も切り離せないわ。だから労組だけを原因と断定するのは乱暴な見方なのよ。数字の裏で都市を回す仕組みそのものが詰まっていたのだ。私は複数の住民の状況をまとめた架空の居住者として話します。これは誰か一人の実話ではなく報道を元にした再現です。朝、集合住宅の容器は一杯で蓋が閉まりません。次の袋を置く場所もなく住民は周りの袋を見つめています。回収が一度遅れただけなら次の便を待てば良さそうだけど、その次が分かりません。待つ間にも家庭のゴミは増えます。家庭生活は停止できない。食べれば包装も残り物も出るわ。回収だけが止まると出口を失ったものが生活圏へ逆流する。通勤の道には破れた袋があり路面には液体も見えます。昨日より道が細い。靴の置き場を一歩ずつ選びます。歩道って歩くための場所だったはずなのだ。その当たり前が袋の置き場との競争に負け始めたのよ。車道側へ寄る場面もあります。車の音が近く感じられます。これは個別住民の証言ではなく状況を可視化した再現だわ。たかが袋と思っていたけど道幅まで奪うなら立派な障害なのだ。窓を閉めても匂いは入ってくる。そんな場面を想像してください。悪臭は映像に映らない。でも住民は呼吸するたび逃げられない。店先にも袋があります。入り口で顔をしかめる客を再現します。客が引き返す場面は創作で特定の店の損失を示しません。それでも匂いの強い入り口へ入りたい人は少なそうなのだ。衛生問題は外出の判断や商売の環境にも波及しうるわ。現地報道では悪臭や路上の袋、ネズミの目撃が伝えられた。害獣駆除業者への問い合わせ増加も報じられているわ。猫ほど大きいネズミという話まで見たけど本当なのだ。それは政治家や住民側の表現よ。測定された大きさではないわ。刺激的な言葉と確認された事実を混ぜてはいけない。自分で処分場へ運ぶなら予約と移動の時間が必要になります。害虫や害獣への対策も住民側の追加負担になり得ます。収集が止まるとお金だけでなく休日や移動時間まで消えるのだ。市は公衆衛生、環境、火災の危険を重大事態の理由に挙げた。収集員一人が止まったのではない。都市の欠陥が詰まったのよ。そして日本の朝です。道路に袋の壁はありません。さっきまでの悪臭と警笛が消えて急に静かすぎるのだ。でも私は多言語の分別冊子を見て別の恐怖を感じました。可燃、
不燃、古紙、瓶、缶、曜日が全部違います。これはゴミ捨てですか？それとも国家試験ですか？袋が一つだけ残されているのだ。忘れ物みたいで切ないのだ。横浜市では曜日や分別が違う袋を残す運用が公開されている。啓発シールが理由を告げる。これは再提出を求める小さな敗北ね。自由を失った代わりに歩道を取り戻したのでしょうか？ようこそ。ここではゴミにまで時間割があるのよ。日本の清潔さを国民性という便利な言葉で片付けないことね。曜日表は都市の基本ソフトにある起動条件のようなものよ。入力条件は品目、曜日、時間、集積場所の4つだわ。一つでも間違えるとあの啓発シールが待っているのだ。住民は家庭内で分け、決められた朝に袋を出す。収集車は決められた経路を巡り、処理の時工程へ渡す。地味だけれど、この鎖が毎週つながるから街に残らない。家庭の台所が巨大な都市設備の入り口になっているのだ。そうよ。行政の施設だけでは最初の分別までは代行できない。住民が袋を出さなければ収集車も回収できません。逆に住民が守っても収集車が来なければ袋は消えない。どちらか一方が偉いのではなく両方が必要なのだ。一般廃棄物の処理責任は原則として市町村にあるわ。ただし日々の入り口では住民の情報理解と協力が欠かせない。横浜市の例では利用者が集積場所を話し合って決める。清掃などの維持管理も利用する地域の側が担うのよ。役所が全部置いて全部洗う設備だと思っていたのだ。現実を見なさい。道路脇の一点にも合意と手入れがある。そして収集日の朝8時までに決められた袋を出します。杉並区も地域別の収集日と朝8時までの排出を案内している。ただし自治体ごとに品目も曜日も出し方も違う。一般化は禁物よ。毎朝の大半は大声の命令も派手な儀式もなく終わる。袋が決まった時刻に現れ、回収後には姿を消している。誰も拍手しない。なのに明日も同じ時刻に袋が並ぶ。監視カメラより近所の無言の視線が怖く感じるのだ。監視も指導もないとは言えないわ。制度上の対応も存在する。横浜市には指導や過料の制度もあると小さく確認しておく。それでも日常の大半を支えるのは地味な反復なのよ。環境省の令和6年度集計では総排出量は3811万トン。1人1日あたりでは 839g。リサイクル率は 19.3% よ。日本にも分別違反や不法投棄はある。完全な聖域ではないわ。さて、清潔さを生む条件を感情ではなく掛け算で整理するわ。1つ目は収集労働。袋を実際に運ぶ人がいなければ始まらない。2つ目は安定した財政。車両も人員も無料では維持できない。3つ目は処理施設。集めた後の行き先が必要になる。4つ目は曜日設計。限られた能力を地域と品目へ割り振る。5つ目が住民協力。家庭から正しい入り口へ渡す役目よ。5つのうち1つが0なら掛け算の答えも0になるのだ。バーミンガムの問題を住民の人格のせいにはできない。収集員だけを悪役にしても都市障害の全体像は見えないわ。労使対立、財政、車両、代替能力が連鎖した事例として見るべきよ。わかったのだ。1000品目の収集日をスマホへ登録するのだ。可燃、不燃、古紙、瓶、缶、全部通知させれば完璧なのだ。日本側も収集員や自治体職員が止まれば条件は崩れるわ。地域の維持管理が途切れても集積場所は荒れていく。つまり日本の日常も永久保障された天国ではないのよ。天国は国民性ではないわ。毎週止めないという契約よ。清潔なのではなく見えない作業を止めていないのだ。その理解なら合格ね。でも曜日を覚えた程度で安心しないこと。通知が次々になっているのだ。これで忘れる心配はないのだ。次は袋の中身を見せなさい。曜日だけあっても分別は別問題よ。そこまで確認するの？急にスマホの通知より怖くなったのだ。仕組みは面倒だからこそ結果だけを見ると魔法に見える。けれど魔法ではない。名もない共同作業が続いた結果だわ。明日の朝何もない歩道を見たら一度だけ考えなさい。昨日置かれていた袋が誰の手でどこへ消えたのかを。次回はボタンを押せば来ると思われる別の都市サービスよ。当たり前が止まる瞬間を見逃したくない人はチャンネル登録して現実を見なさい。その前に明日の収集品目を誰か教えてほしいのだ。数値は鳴っているわよ。逃げずに分別表を読みなさい。